こんにちは、なにこでございます。本日はどんなメイクをやっていくかと言いますと、私ですね、普段は見てわかる通りというか、あんまりザ女性らしいみたいな服装やメイクはしないんですよね。で、ふと今まで YouTube で振り切ったことあるかな、私が思う一番の可愛いになったことあるかなって思ったら意外となくてびっくりしたんですけどね。こんだけやってて、多分私メイク動画を100本以上上げてきてるんですけど、びっくりだね、ほんとびっくりなんだけど、100本ぐらい上げてきてて意外とないかもって思ったらやりたくなってしまったので、今回は私の思うこれなんだかんだやっぱ一番可愛いだろうっていう格好をしていきたいと思います。ということで本日はロリータ風メイクをしていこうと思います。お嬢様になっちゃうぞって。そうでございます。本日はロリータ風でございます。やっぱ私ね、ロリータっぽいとかそういう感じの格好メイクがザ可愛いなのではって思うジャンルだなって思ったんで、今回はちょっとそれに挑戦していっちゃうかなって話。今日は多分私の今まで上げてきたメイク動画の中でも1回とか2回くらいしかやったことないだろうなみたいな髪型であったりとか、服装もかなりロリータっぽいっていうとやっぱちょっとそこの辺ね難しいじゃない。なんかアマロリーとかゴスロリーとかいろいろあるから、いろいろ含めて総じてそれっぽいみたいな感じで捉えていただけるとすごくありがたいんですけど、そんな感じのものを用意しておりますし、小物もねいろいろ準備しておりますし、メイクも可愛く仕上げたいなと思っておりますので、ぜひ可愛さマシマシになりたいなと思ったそこのあなたは見ていっていただけると嬉しいなって思います。じゃあやっていきましょう。では早速メイクを始めていくんですが、その前にカラコンをつけていきます。で、本日はお人形さんっぽい顔にしていきたいなと思ったので、あざとめのラグドールっていう青っぽいカラコンを準備いたしました。このあざとめのシリーズが全体的に着色直径がちっちゃめで、ただ目を青っぽくしてくれる感じなので、今回の控えめなドールメイクみたいなのに合うんじゃないかなと思って選んでまいりました。じゃあつけていきます。はい、こんな感じで片方カラコンがつけれました。すごく綺麗な青、本当にほとんど目の大きさを変えずに透き通った青っぽい目にしてくれる感じが合っているんじゃない。今回にすでになんかちょっとお人形さんっぽい感じにはなりつつあると思う。ちょっと私の元の顔がお人形じゃなさすぎるんだけどね。じゃあもう片方つけていきます。はい、両目つけるとこんな感じでございます。もう本当に綺麗に青にしてくれたねって感じ。落ち着いてる青なので可愛い顔にしつつお人形さんっぽいみたいなのができるんじゃないのって話。そんじゃメイクしていくよ。そんじゃ眉毛から描いていくんですけど、可愛らしい顔にしていきたいので、ちょっと横に短めで縦幅もちょっとだけ太め、がっつり太めにしちゃうときついイメージになっちゃうかもしれないので、ちょっとだけ太めにして、ちょっとなんかまるっとした眉毛を描いていきます。はい、こんな感じで眉毛が描けました。言った通り横幅は短めでちょっと縦に太めな眉毛で、若干だけ眉頭を離しました。なるべく柔らかい印象にするために眉頭の位置を離してみました。そんでもったら適当に眉マスカラをしていただいて、何でもいいからさ眉マスカラ。はい、こんな感じで眉毛完成いたしましたらアイメイクに入っていきます。今回中心に使っていくアイシャドウはウェイクメイクのソフトブラーリングアイパレットの15番ボーンダークブラーリングでございます。で、あとはもう1個チフレのパウダーチーク270番ローズ系っていうね、こう真っピンク、ザ王道ピンクだよみたいな感じのチークを使っていきます。まずはこちらのお色味を使っていきます。この薄いピンクをまぶた全体に一旦塗っていくのね。はい、こんな感じで薄いピンクが全体的に塗れたら、お次こっちのチフレの方を上まぶたも下まぶたも目尻半分に塗っていきます。はい、こんな感じで目尻にチフレのやつが塗れたら、お次はね下まぶたのラインを描いていくんですけど、これを描いていくのは粘膜ライナー的なものを使っていきたいの。これは何でもいい。セザンヌのなんか最近出たやつとか、キャンメイクのクリーミータッチライナーとか、なんか他のやつなんでもいいんだけど、ピンクっぽいペンシルアイライナー的なもので下まぶたのラインを描いていきます。まずは白目の終わりの地点まで横にピッときますと、そんでもったらこの終わりの地点から上まぶたの目尻に向かってクインとラインを描いていきます。伝わってんのかな、大丈夫。なんかあんま難しく考えないで、白目の終わりまで横にピッて引いたら、その後上まぶたの目尻に向かってクインってなって、全体的にこんな感じのラインになっていればいいと思う。それじゃあね、この今描いた下まぶたのラインの下
下側にさっきも使ったこのチフレのチークをちょんと薄めに重ねていきます。重ねるっていうか下に塗っていきます。今描いたラインの外側にちょっと乗せてあげる。ですいません、大忘れしてたんですけど、さっきの粘膜ライナー系のやつをちょっともう一回取っていただいて、この下まつげの灰輪を適当に植えちゃってください。これ適当でいいね。ちゃっと入れてください。忘れてすいませんでした。ごめんなさい。で、こんな感じで下まぶた全体が終わりましたら、涙袋を描いていきます。まずはこちらの色味を使って涙袋の下書きを描いていきます。で、今回はすんげー大きくするわけじゃない涙袋をしっかりぷっくり可愛い感じにはするんだけど、しっかりぷっくりですごいリズム感が良かったんだけど、いつもより若干良くなっちゃおうかなっていうぐらいで、こんな感じで涙袋の下書きが描けましたら、お次がこちらの濃いめのお色味をちょっとだけ取ります。本当にちょっとだけね。本当にちょっとだけ取って、今描いた涙袋の下書きのすぐ下に濃い色を入れて涙袋を作っていきます。はい、こんな感じで涙袋が完成いたしました。そんじゃあね、私こっちだけ二幅が攻めのレジャーが広げてまいります。ちょっと待っててね。はい、こんな感じで二重が揃えられましたので、そんならお次はアイラインに行きます。で、使っていくアイラインはキャンメイクのクリーミータッチライナーの11番クラウディーグレーというちょっと柔らかめなお色味のアイラインを使っていきます。まずは普通に垂れ目っぽいアイラインをちょっと描いて、ちょっと目の幅より飛び出たかなぐらい、自分の目の幅からはもう出しゃばりませんよぐらいのアイラインの長さまで描いたら、この下のさまぶたの目尻の三角ゾーンみたいなところを埋めてっちゃって、こんな感じのアイラインかな。ちょっとなんか丸っこい感じのアイラインというか、綺麗にシュッと流しきっちゃったりするっていうよりかは、目の幅にキュッと収まってるアイラインを描きました。こんな感じ。はい、こんな感じで両目ともアイラインが描けました。もう本当に短いアイラインでちょっと丸っとしたアイラインを描いていただけたらいいんじゃないかな。そんななんか難しい感じにはしなくていいかも。そんでもったらですね、このアイラインの先から下まぶたのラインの交わるところをちょっとつなげていきたいんですね。びっくりだと思うんですけど、新たなねアイシャドウを出して申し訳ないんですけど、こちらケイトの 3D プロデュースシャドウの PU1 番というアイシャドウのここの締め色だけちょっと拝借したくて、このアイシャドウじゃなくてもボルドーめな締め色、紫っぽいとか赤っぽいような締め色をちょっとご準備いただきたいです。ボルドーっぽいお色味で、このアイラインの先にちょんとこの締め色をのせるのと、この下まぶたのラインの白目の始まりに入らないぐらい、ちょうど白目の終わりぐらいまでをめがけてボルドーをのせていきます。そんじゃあお次はまつげをやっていきましょう。まつげは普通にビューラーでまつげ上げたら、今回はつけまつけたりせずボリューム系のマスカラをつけることとします。はい、こんな感じで上まつげ完成いたしました。一応つけまはつけてないんだけど、結構バサバサめに、そんでもって若干こう束感っぽく頑張って作ってみました。そんでもったら下まつげにもマスカラを塗っていきます。結構今回メイクの印象が全体的に柔らかい分、結構下まつげはしっかり塗っちゃおうかなと思います。この黒目の真下部分にちゃっと塗って、必要であれば適宜束感っぽくしていただいてって感じかな。ねえ、今何が起こったかわかる？これちょっと懐かしいねって感じなんだけど、そんなことはどうでもいいの。今私の顔を見てどんなことが起こったかわかるよね。カメラが止まってた。もう本当に許しがたいんだけど、3、4工程先に進んでしまっているので、ちゃっちゃか説明していきますね。まず下まつげとかを終えて、こんな感じのちょっと束感のあるようなちょっとパサパサっとした下まつげに仕上げました。そんでもったらお目目に明るさを入れていく作業として、マットハイライトでこの目頭のくの字のラインと涙袋の目頭側に若干この明るいのを入れたよっていう作業をしました。で、お次はお好きなラメを上まぶたの一番
番高い位置に塗るのと、下まぶたは黒目の真下のキワキワに塗ることによってちょっとうるっとした目元を作ったよっていう話で、これでアイメイクは終了。ほんでもって、そしたら次にねチークを塗りました。チークはこのずっと使ってるチフレのパウダーチークを目の下あたりにふんわりのせました。でもうアイシャドウのピンクっぽいやつともう重なっちゃいますよっていうぐらいちょっと目の下攻めていただいて、こんな感じで可愛い頬を演出しました。でもったら次ねノーズシャドウを今やってる。ちょうど今ノーズシャドウの途中でした。さなかで気づきました。でノーズシャドウはお好きな感じでいいんだけど、可愛い感じの顔にしていきたいので、鼻が短く見えるように鼻の付け根に塗ったら間を開けて鼻先にも塗ってっていう感じのノーズシャドウをしました。はい、こんな感じでノーズシャドウが終わりました。そんでもって説明も終わりました。もう本当にごめんなさいね。前回の動画でも以後気をつけますって言ったと思うんです。前回の動画っていうのは動画自体は撮れてたんだけど、その動画がちょっと皆様にお見せするに値しないような状態になってしまったので、急遽撮り直したみたいな感じだったんですけど、今回はそもそも動画が撮れていませんでした。ふざけんじゃないって話なんですけど、またしても以後気をつけますと言っておきますの、本当にごめんなさい。そんじゃお次はねハイライトを塗っていくんですけど、ハイライトはね鼻にだけ塗っていきます。この辺には塗らずでいこうかな。ちょっとお人形さんっぽい陶器肌を大事にしていこうと思います。鼻の付け根の部分と鼻先につけて鼻が短く見えるようなハイライトの塗り方をしていきます。こんな感じでハイライトもいい感じに塗れましたので、そしたら最後リップに行こうと思います。リップは塗る前に唇の色を若干薄くしてそしたら今回塗っていくのは Into You のジューシーパンピンググロスの WG04 番というかなり優しいお色味のピンク系のグロスを塗っていきます。うっすらピンクでツヤ感が出るようなリップだったら何でもよくねえかって今は思ってます。はい、こんな感じでロリータ風メイクが完了いたしました。めっちゃ可愛くない？意外とね、全体的にはそこまでめちゃくちゃ濃いメイクっていうわけじゃないんだけど、しっかり顔の印象はすごく変わってるというか、全体的に可愛らしく柔らかい感じの印象の顔になったんじゃないかなと思いますので、そうでもったらロリータ風というわけですからね、お衣装、髪型、いろいろ準備しておりますので、そちらに着替えていこうかなと思います。じゃあ、行ってきます。ということでこんな感じで完成いたしましたロリータ風メイクでございます。いかがでしょう？風にしてはっていう捉え方をマジでみんなはしていただきたいんだけど、風にしてはいけてるんじゃない？ちょっと全体的にロリータ風ポイントをねお伝えしていきたいんですけど、まずちょっと厳しいかなって思っているツインテールでこれきつい。ちょっとね今回ねロリータってことでさフテロールをやりたかったんだけど、なんかね襟足ウィッグの部分がなんかうまくいかなくてくっちゃくちゃで、それはマジで許してほしい。もうちょっとウィッグの制作力を上げたいなって思ってる。マジで難しい。でお洋服がね一番ロリータたらしめるものだと思うんですけど、大きい襟がついた服に黒くてここにリボンがペペペペペペペってなってるようなやつを重ね着してみましたが、なんか違うような気もするし合ってるような気もします。わかんない。若干その量産っぽい感じにもなってることないかと思って不安なので、マジでこれ以上この格好をロリータとは言わないでおこうかなって。でちょっと私これはね乗っけたかっただけなんだけど、ミニハットを頭に乗っけるってやつ、これがロリータなのかどうかわからないんだけど、私は個人的にめっちゃ可愛いなと思ってるんだけど、すごい揺れんのね。ピン止め1本で止めてるからすんげえ揺れんの。本当に静止画の時の可愛さしかないんだけど、めっちゃ可愛いと思うこれ。でメイクなんですけど、自然に優しい顔にできたなって思いますね。私の元の顔が全然ね、うちの性格を顔に出てるもんで全然優しそうな顔してないんですけど、朗らかな顔になれた気がする。ということで本日はロリータ風メイクでございました。いつかはね本当にちゃんとしたロリータっぽい服と、今回髪型もね若干微妙な感じもしますので、いい感じな縦ロールを作り、このメイクをしてちゃんと胸を張ってロリータですと言えるような風貌になりたいなってすごい夢
夢ができました。ぜひ私がそのロリータの夢を叶える時は今この動画を見てる皆さんにも見ていただきたいなって思います。そんじゃあ今週金曜日の動画はここまで。また来週金曜日の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録とか高評価コメントの方ぜひよろしくお願いいたします。じゃあバイバーイ。いやーロリータやってみたくなっちゃったな本当に。